はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。その前に重大なお知らせです。こちら、誰でもできる星読みの自己分析、最高の自分に出会うホロスコープブックが10月4日に発売になります。ありがとうございます。はい、これは Amazon や楽天ブックス、セブンネットショッピングで現在予約を承っております。ご予約いただいた方、先着購入者特典としてこちらのしおりがついています。このしおりすごく大きくて、ハウスとか星座の基本のキーワードが全部載ってるんですけれども、こう本を読みながら途中までここまで読んだよっていうのをこう挟めたりとか、これはちょっと違うんですけどね、挟めたりとか本文読みながらこうやって確認していただけるものになっています。これはちょっと数量が決まっているので、ご予約いただいた方は全員行くようになっています。ぜひ早めのご予約をお待ちしております。占星術って難しそうだなっていう先入観をお持ちの方も多いと思うんですが、この本はもう本当にどなたでも初心者の方向けに書かれているもので、ホロスコープの基本的な読み方から自分を深く知っていく78個のクエスチョン Q&A がついています。で、先生と勉強したことがあるよという方もですね、こう違った切り口で質問してそれに答えているので楽しんでいただけると思います。で、さらにこれには別冊ノートが実はついていまして、この本を読みながらご自身のことを書いていただく、分析していただくという、書き終わった後は自分だけのオリジナルなノートになるっていうものもついていますので、楽しみにしててください。そしてね、この本って先生術興味がある方だけではなくて、自分のこともっと知りたいなとか、もう少し自分を信じて毎日を豊かに暮らしていきたいなという方、全ての方におすすめしたい本です。というのはやっぱり私たち普段気づかないうちにこういろんな役割に縛られたりとか、将来に対しての不安とか、間違ったこう自分の思い込みとかで余計なこう不安を自分で作り出してしまったりとか、自分のことを誤解してたり、自分のことがわからない、普段の喜びとか愛情も感じられないなっていう風になってしまう方もこの現代多いと思うんですけども、占星術というね一つのツールを使って客観的に自分のことをすごく見ていきます。そして世の中のその常識とか何がいいとかではなく、本当の自分の本当の価値っていうものに光を当てていく作業になるので、見ていけば見ていくほどだんだん自分のことが好きになったり、だんだんこれでいいんだって思えるようになったりするっていう風に、こう物語としてストーリーとして書いてるわけじゃないんですけど、1章2章3章と続けてたっぷり読み応えもあるし、分析もたっぷりできるし、自分のことを読み終わった後に良かったって思えるような内容になっていますので、ぜひこの機会にご予約をお待ちしております。ではここから魚座さんの9月前半の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。まずちょっと星の話なんですけれど、今9月前半っていうのは魚座さんにとって人間関係が強調されています。契約とか人との関係が、いい時強調されてるっていうことは良くもあり悪くもありなんですけど、比較的いい方に出ると思います。ただもちろんね、なんか違う風に出る方もいらっしゃるかもしれないですけれど、それはでもその関係性を修復したり築くための出来事だと捉えてくださいね。基本的にはいい形でつながるっていう時になります。そして9月4日から社交性とか愛情とかお金とかをね意味する金星が順行に戻るということで、非常にスムーズにお金のことを考えていけたりとか、日常生活でどのように節約しようかとか、どういうふうに何に使おうかっていうのがすっきりしてくるかもしれないですね。ちょっと星でもというかカードで見てみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ソード4、ソードクイーンの逆、ワンド2、ペンタクルス3の逆、ワンドエースです。そしてソードのページ逆、デビル。気をつけることや対策は、ソードエースと、死神の逆とオラクルじゃん、わーお、ペンタクルスのエースです。
すごい、エースが3枚も出ましたね。しかも死神の逆にデビルですか。すごい、なんか強いですね。素晴らしい。ちょっと解説しましょう。落ち着きます。まずでも一番言われてるのは、とにかく自分では止まってるように感じたり、自分ではもうそこには携わりたくないんだとか、もうちょっとそれは見たくないんだと思って置いていたこととか、ちょっともう封印してしまいたいと思っていたことに関して、それによって自分のバイタリティや何か可能性っていうのも一緒にもしかしたら封印しようとしていたかもしれないことが、この9月の前半になんか出てこようとしてるみたいな感じがあり、おそらくそれは無理やりこう引っ張り出されるっていうのではなく、大人の皆さんの気持ちや考え、タイミングとしてもう何かを出していこう、このアイデアを出していこうとかもそうだし、やっぱりこうしていこうみたいな、何か新しいものが生まれていくよっていうのがすごく出ています。それがすごく強調されています。それがもしかしたらこの、ね、ちょうど9月前半って人間関係がいい時なので、その人との関係の中で誰かと一緒に協力してとか、自分が何かを伝えたいことを伝えてとか、何かそれで生まれてくるのかもしれません。でもとにかくオラクルがペンタクスのエースなので、これは時間をかけてここから本当に大事なものを育てていくし、それが生まれてきますよっていうカードです。これとてもいいです。でそこに至るまでのね、何か今までまだまだ自分は勉強が足りないなとか、まだまだもっとこうしなきゃいけないと思っていたことが、もう自分の頭の中ではもう分かったみたいな感じがあり、もちろんちょっとこうちょっと紆余曲折はありますが、ただ全体像を通しては本当にこうちょっと封印してたものを出そうとしてるっていうのがね、素晴らしいなと思いました。ちょっとこの辺見てみます。何かもう自分の中ではっきりとした明確なアイディアがあり、そのアイデアをどうやって表現していこうかって言った時に、やり方でちょっと考えるんだろうなって思います。ちょっと待ってくださいね。そうですね、何かその情報を飛び立たせていくっていうことに関しては、思ったようにその情報だけがこう飛んでいくかっていうとそうではないと。でそれは何かやっぱり自分の考えを飛び立たせるにあたっての恐れがあるのかなっていう感じがあり、もっとこうでなければいけないとか、こうしなきゃいけないっていう思いがあり、それがちょっと重荷になってなかなかうまく伝わっていかないみたいなのがあるんですけど、だけどやっぱりもう少しシンプルにというか、伝わろうと伝わる前と関係なく、なんかこういろんな人に喜んでもらえたらいいなっていう感覚で、魚座の皆さんが持ってる優しさを表現していくっていう形にしてください。そうすると自分も心地いい、批判されることもないし、自分をジャッジすることもないし、心地いいという形になりますのでね、その自分の頭の中で考えていることをどうやって表現しようかっていった時に、いわゆるそのやり方だけに固執しなくていいよっていうことだと思います。そしてその後がデビルなんですけれども、ちょっと見てみましょうね。なんかものすごく誘惑がある気がするんですよね。もうこのデビルすごいもうなんか誘惑されてるって感じがするんですよ。何かに、甘い何かにね、なんかもう手を差し伸べられても、でさらにそこに誰か来るみたいな感じも出てるので、こう何か自分にお誘いをかけてくれる人とか、自分の弱みをよく知っていて、それに対して手をかけてくれる人です。思わずもう弱ってたりとかすると、その手を握りたくなるみたいな感じがあるんですけど、もし本当にタイミングがあったりとか、本当に自分にとって心地いい感じがしたら、それは契約を結んでいいと思います。実際そういう契約って出てきやすい時ですし、新しい人ともつながりやすい時なのでいいと思うんですけど、何かちょっとタイミングが合わないなとか、ちょっと無理して何かしなきゃいけないなって、おかしいなと思ったら、それはすぐにストップというか、見直しするっていう風にしてくださいね。もしかしたらそのご自身がその考えてるアイデアとか形にしたいものに対して、ものすごいなんかいいこ
サポーター的なね話が来たらわーって乗りたくなるけど、でも実はそれはちょっと違ってたってこともあるかもしれないし、または自分がその思いを形にしたいがその思いを形にしたいと思うがゆえに、何かこう誰かに執着したりとか、絶対これを手放しちゃいけないみたいな感じで思ったりとかするかもしれない。両方の可能性があるので、あまりその固執した考えには注意ですね。まあ全てを完璧にね生かそうというよりは、まあ、7割8割ぐらいうまくいったら十分じゃないかぐらいの感じで言ってください。やっぱりこうやってデビルが出る時って何かの思いにものすごくとらわれてしまう時に出てきて、でそれがものすごいもう集中みたいな形で集中できてよかったっていうこともあるんですけれども、でも何かこうとらわれることによってその他のことが見えないっていうことで悪循環になることもあるので、せっかくねこの9月の前半に何かが生まれようとしているっていうこの有意義なね有機的な何かこの変化に対し、何かこうなんか違う策を使ってでもそれをやろうというふうにしなくてもいいよって感じがしたんです。ちょっと対策のところを見ると、ソードのエースということで、これもね本当にこう自分の頭の中のアイデアを出していくっていう感じがするんですけど、ただ一つやっぱりどうやってそれを伝えていくかとか、どうやってその情報を流していくかっていうのもあって、そのやり方っていうのはもしかしたら本当に今の、魚座の皆さんのオリジナルでやっていくのかもしれないのでね、誰かのお誘いに乗らなきゃいけないわけじゃないかもしれないのでね。そしてここでも運命デスの逆位置ということで、もう生まれ変わり再生っていうのが出ているので、新しいやり方でやるっていうことなんですよね。これは過去のやり方ではなく新しいやり方でやりますっていうふうに出ています。ちょっと見てみましょうか。どうしようかな、こっちにしようかな。戦車、ペンタクス4、ペンタクス5。なんとなくですけど、この自分の思いを形にしたいっていう時に何かねこう、例えば一般的な話としてよくあるのが、すごく大きな話が来た、仕事の大きな契約の話が来た、これはチャンスだと思ってそれを受けたい。でも実際に話を聞いてみたらちょっと自分の思いとは違ってた、どちらかというとその大きな話の方に合わせなければいけないみたいな形になった時に、なんか違うなと思いながらこう進めていってこだわっていくっていう風にもなるので、最初にきちんとそれは話をしておくということと、本当にこの契約のいい時とか人間関係がいい時っていうのは対等なので、自分の意見もしっかり言います。そして関係性を見直していきます。もしくは再構築していきます。やり直します。契約し直しますということもあり得るので、すごく対等にお互いに話をしていけるっていうのがあるので、そこはきちんと伝えるようにしてください。言わなくても分かってもらえるというのではなく、きちんと伝える。そして実際この9月前半というのは進めていくエネルギーあるんですけれども、後々やはり自分の思いっていうのをなくしたくないっていう、その大事な自分の価値っていうものをね大切にしたいという思いがあるので、こうなんか言い寄ってくる人とか、なんか関わりのある人はきちんと見極めて、対処してほしいなというふうに思いました。はい。でもちょっと見てみる、こっちでそうね、ちょっとなんか長くなって申し訳ないですけど、ちょっとこっちで見てみようかな。気をつけること、観念ということで、やはり自分はこう思って話してるんだけど、相手は全く違う感覚でその同じ話をしてるってこともありえるので、もしかしたらビジネス契約とか何かのこう共同で一緒にやりましょうといった時に、お互いの思ってることがちょっと違うっていうこともあるかもしれないのでね、そこはちょっと気をつけてください。はい、そして許しというカードが出てますので、自分のことをまず全面的に認めてくださいね。許してくださいね。
なんか自分が至らないからとか、過去に自分が傷ついたことがある、封印していたことをこう開けようとする時ってすごくナイーブじゃないですか。でその時にそれのなんか手を出してくれる人、助け舟をかけてくれる人になんか捕まえたくなるけど、本来はもうね、その助けはなくても自分でやっていけるわけですよ。自分の頭の中のアイデアを形にしていくことはできるんだけど、何かこう自分でそこに対しての引け目とか思いがあったら、なんかその相手のこと言うことを聞かなくちゃいけないのかなっていう気持ちになったりもするんですけど、まずは自分のことを許す、まずは自分のことを許す、認める、あれでよかったんだ、あれがベストだったんだ、できることはやったぐらいの感じで許す。でその上で人と向き合ってくださいね。はい、その上でその上で出てくるのがトゥルーラブっていうことで、真実の愛、やっぱり真実の愛は消えないですからね。自分の中にもし芽生えてたとしたら、はい、そんな感じです。ちょっと今お話ししたことを皆さんの状況に合わせて好きなように解釈してください。噛み砕いて。はい、ということで今回ここまでにしておきます。もし何かちょっとでも良かったよとか参考になりましたという方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。では、次回またね9月15日ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。